空気が澄んでるしさ、向こうの山がすごいしさ。でもブルースカイって言ってたからさ、よかったね。これで天気いいことを祈る。息が白い。こっから下は降りれないんだ。ああ、なるほどね。ああ、工事してるもんね。ほんとお家みたいだね、滞在してたところ。でもなんか2階建てっぽくないね、こうやって見ると。あ、桜だ。すごい。お、結構な急な坂だよね。あ、そうか。ここだっけ、登ってきた坂って。もう一個隣な気がする。住みたいけどこの坂やばい。クイーンズタウンの街です。ここが朝だからまだあんまり人がいないけど、ホテルから歩いてというか走ってここまで来て15分ぐらい、15分弱ぐらいで着きました。めっちゃ疲れた。多分間に合ったと思います。あ、下が滑る。なんかちょっと凍ってる。Yes, 2 people. Those 2 are for your coach and cruise. Thank you. Those 2 are for your buffet lunch. Yeah, thank you. That's your coach outside, number 3. Number 3. Number 3. Thank you so much. 超ギリギリじゃん、マジで。間に合った。置いてかれるとこだった。あそこに見えるリアル NZ って書いてある白いバスは天井の両サイドが透明になってるので、走りながらなんだろう、景色が見える感じです。Hi guys. Did you check in at the Yes, office? I did. Yep, that's good. Number 3, Tomoka. Yeah, Tomoka. Yeah, right there. Great. Thank you. Thank you. 今6時53分なんですけど、結構今から来てる人もいるから私たち急ぐ必要なかったかも。左奥が日が昇ってきてる。絶対綺麗だね、朝日。すごい。ここ住みたくなる気持ちわかるっしょ、マジで。だって友達半年オークランド住んで、半年こっちに引っ越したもん。あ、そうなんです。引っ越せばよかった物価はちょっとクイーンズタウンはやっぱり観光地ってこともあって高いけど、まあでも住む価値はある。こんなところに住むことも多分ないからね。The last country of any size in the world to be inhabited by humans. Interesting. Calicut. Villages, 27 schools. 1回目の写真スポットに到着したけど、マイナス3度はやばい。寒い。曇ってますね。マイナス3度はやばい。雪が降ってきました。本当に雪だね。すごい。なんか白くなってきてるし。牛がいる。雪かぶってます。あー、すごい。テアナウに到着です。This is the main street on the right. We're going to park about. It's Cheviot Cousin. Declared extinct in 1899. Options. There's a supermarket, which is just here at the blue building straight ahead of us. We're just going to take around this corner here. テアナウに到着しました。クイーンズタウンからテアナウまでは2時間ぐらいの距離になります。こっからまたさらに2時間ぐらいかけてクイーンズタウンまで行くんですけど、ここがちょうど中間地点で、こっからね、バス乗ってくる人もいます。そして目の前に桜がめっちゃ綺麗に咲いてます。やば。なんかすごい変わった鳥の鳴き声がするんだけど。あ、いるね、なんか。ほら。どこ？ほらほらほら。本当。なんか面白い鳴き声してない？鳴き方。なんか喉に白いのついてさ。どこにいる？どこにいる？どこにいる？あ、いたー。
ここはワビティっていう、カフェですね。みんなここで休憩してます。サンドイッチとか売ってますね。ドーナツとかコーヒーとか食べるところも中にあります。飲み物もいろいろ売ってます。寒い。マイナス2度はやばいね。天気は晴れてるけど雪降ってたもんね。でも一応春だからね、ニュージーランド。帽子、手袋、ヒートテック上下必要だよね。本当に寒い。あ、ここもカフェだ。ホーリーロード。こっちもお土産屋さんある。あ、ほら、キーウィカントリーっていうお土産屋さん。ここはレストラン？ホテル？ホテルだね。うん。レセプションで書いてあるからホテルだ。向こう側に桜がいっぱい咲いてる。目の前にある湖はテアナウ湖です。ここの町がテアナウっていうからね。テアナウ湖到着。すごい綺麗。あ、鳥がいる。あれ、これさっきの鳥じゃないか。すごい綺麗。テアナウレイク。綺麗、やっぱり水が。これが用意してもらったサンドイッチです。このサウザンディスカバリーっていうアプリをダウンロードしておくと、ミルフォードサウンドに乗った時に、日本語でガイドを聞くことができます。で、今、全部で30スポットあるみたいなんですけど、それのメディアをダウンロードしてます。バスの中は Wi-Fi がつながるので、事前に今のうちにダウンロードしといた方がいいと思います。テアナウダウンズって読むのかな。5分間だけ降ろしてもらいました。ここは何だろう。なんか馬がいてちょっと湖があります。2頭馬がいます。かわいい。ここからフィヨルドナショナルパークに入りました。入るとすごい森の中っていう感じの景色に変わります。レンタカー借りてる人たちは、この辺でね降りるところがあるんですよね。多分私たちもそこで5分10分ぐらい休憩あると思うんですけど、ぜひここで降りて写真撮ってみてください。めっちゃいい写真撮れます。続いての、途中立ち寄りスポットはここです。ナショナルパーク。ここめっちゃ写真スポットで、最高の場所です。前に2020年かなに来た時もここで写真撮りに来ました。めっちゃ最高。ここなんかミラーレイクみたいな名前だった気がする。ミラーレイクだよ。ミラーレイク。うん、確かそう。来たことあるんだよね。3回目ぐらい多分。イエーイ、合ってた。ミラーレイク。でもほんとすぐそこだけなの。今日は風があるからどうだろう。なんか風がなかった時はここの池に山が反射して鏡みたいに映るからミラーレイクって言われてます。そうそう。だからこれでちょっと波打ってるじゃん。けど打ってなかったら山がこの池に映るからミラーレイクって言われてんの。綺麗だね。ミラーレイク。クリスタルクリアリフレクション on a still day って書いてある。すごい人が来た。一気に。超混んでるね。でもやっぱりちょっとなんだろう。波打っちゃってるから。でもすごい透明だね。ほら。わあ。うん、クリア、そこ見えるじゃん。すごい。ここからでもなんかでもこの画面越しだったらほらなんかちょっとリフレクションしてない？
カモがいるからさ波打っちゃうね。こんなに人いるの見たことないよ。ツアーがかぶったねちょっと。すごい。なんか人がいっぱいいるからどのツアーの人かわかんないね。分かんなくなるよ。本当に。そうだね。あーここもすごいね。でも波打っちゃってる。確かにね。さっきのところが一番綺麗だったかもね。3つぐらいスポットあんだね。写真撮るところ。今までで一番綺麗に撮れたかもしれない。もしかしたら。うん。うん。天気も。あ、絶対夜。さっきのところとここミラーレイクとその2つは絶対マストだね。だからツアーでも泊まってくれる。そうそうそう。泊まってくれないと思ったけど泊まってくれるんだね。ただちょっと時間制限があるのがツアーのさデメリットだけど、まあでも座ってって連れてってくれるなら。みんな乗ってる？まあまあ。ここがトイレ休憩の場所でした。でこんな感じでここでも写真が撮れるスポットになってます。まあここはさっきのところほどではないですけど、軽くだったら撮れると思います。そして昨日の雪がまだこんなに溶けてきてるけど残ってます。わあ、ここからの景色がすごい。雪が。オーマイガー。キア。Yeah, they're going to stay there. Just don't be. Watch out. Ah.めっちゃ綺麗だよ。すごい、こんな雪降ってたの見たことない。マウントクックとはまた違うね、全然景色が。雪の降り方。違うと思う。いや、もっと積もってると思う、マウントクックは。でもこんな綺麗な景色見れてラッキーだね。これ曇ってたら見えないもん。そうだよ。なんか雪があるけど晴れてるっていう。こんな感じで6分17秒今信号で止まってます。だからこの間にこのトンネルのね待ち時間の間にこんな感じで止まってくれました。すごくないですか？やばいこの景色。今ちょうど後ろに1台車が止まってて6分間だけここに止まってられます。最高。こんなことね味わえないマジで、さすがに滝があったけどちょっとトンネルに入ります。こっから5分ぐらいかな。うわ真っ暗、怖いすごいよね。いろは坂みたいじゃない？うわめっちゃグリーンだ。すごい。到着しました。めっちゃ天気良くて超晴れてます。
ミルフォードサウンドって365日あって300日は基本雨とか曇りって言われてるから、晴れるの超レア。わー、すごい、めっちゃ晴れてる。しかも晴れててプラスさ、雪の山ってすごいから。ちなみに夏はこの辺蚊とか虫がいるので、夏に来る人はちょっと気をつけてください。虫除け必要かも。そう、ここまではツアーバスしか入れないのよ。だから今のこの道はレンタカーとかの人たちが歩いてここまで来るって感じ。そうそうそう。無事ミルフォードサウンド到着しました。今12時55分だから本当に予定通り1時だね。1時ちょうどで、船は1時15分からって言ってた気がします。途中ねいろいろ立ち寄って、その時間も踏まえてちゃんと時間通りに着くからすごいよね。基本的にミルフォードサウンドは365日1年間あるうちで300日は雨曇りって言われてるので、晴れたら本当にラッキーって言われてます。一応ねカッパとか折りたたみ傘を持ってきたんですけど、晴れてよかったです。ここがクルーズ会社ごとの、受付場所になっていて、私たちが今回乗るのがこのサウザンディスカバリーズで、こっち側にクルーズミルフォードサウンドとか、リアルニュージーランドとか、あと、マイターピーククルーズとかがあります。レンタカーで、ここまで来る人たちは、多分それぞれのクルーズ会社ごとに予約してると思うんですけど、着いたらそのカウンターに行ってチケットを引き換えというかする気がしました。確かそれか当日ここに来ても予約できるかもしれないですけど、でもどうだろう、結構いっぱいって言ってるので、直前空いてれば行けるけどっていう感じですね。だから予約は絶対した方がいいと思います。全部で何社あるんだろう、6社ぐらいあるのかな。リアルニュージー、クルーズミルフォード、マイターピーク、ピュアミルフォード、ミルフォードディスカバリー、サウザンディスカバリーズ、全部で6社ですかね。で、私たちが今回乗るのがこの、サウザンディスカバリーズの次の1時15分発のに乗るって言ってました。バスの中でも案内したんですけど、この辺は蚊が多くて、レンタカーで来る人はレンタカーの駐車場からここの建物まで来る間に結構森みたいなところを歩くんですけど、そこにこのニュージーランドでいうサンドフライ、ブラックフライって蚊のことを言うんですけど、マオリ語ではテナムっていうんですね。これがねいっぱいいるよっていうことがもうこの建物の模型からも伝わるんですけど、それぐらいいるから気をつけてください。外にね止まってるクルーズ船いっぱいあるんですけど、船によって特徴が違うんですけど、それは多分それぞれねネットで確認しないとあんまり詳細載ってないと思うんですよね。今船が外に1,2,3,4,5,6,7 社ぐらい止まってます。向こう側の船は結構小さめですね。この辺は2階建てで、これも割と大きめ。本当に会社ごとによって全然船のサイズが違います。あ、これか、乗るやつ。テンって言った？ナンバー10っつってた。ああ、本当だ。あ、すごい綺麗な船だね、乗るやつ。でもこれはサウザンディスカバリーズだよね。あれ？右もそうなんじゃない？右もそうなのかな。ライドオブミルフォードって書いてあるよ。でもナンバー10だからこれなのかな、乗るの。でも乗っとくか。ああ、乗っとこよう。Very good. Come on here, this way. Your boy Eagles. Thank you. Welcome. わ、すごいみんなご飯食べてる。Hello. Johnny lunch possible? Yeah, you have the buffet, yeah. Straight over. あ、オッケー。へえ、先に食べるんだ。ね。あ、ここで受け取るのかな、カード渡して。そうだね、これがランチ券。Hello, how are you? Oh, Thank you. すごいサラダとか。ビュッフェだ。あ、ビュッフェだね。ビュッフェスタイルだな。左と右置いてあるもの一緒ですね。一緒だ、一緒。一緒？うん、置いてあるもの一緒。フルーツもあるし、こんな感じで
お昼ご飯はこんな感じで取りました。このウィタカーズのチョコはついてました。みんなに向こうに飲み物があるっぽい。ホットウォーター、あ、お茶あるんだ。あ、これがコーヒーですね。コーヒーかお茶。動き始めました。だから早く食べて上に行きたいと思います。2階がこんな感じで、前に出れるかな。2階なんか配られてるものが違う。2階の人たちはなんか弁当ボックスみたいなやつで、わーすごい、最高。これは多分下の方がいいかもしれない。2階だとこれが邪魔かも。ここに運転手さんがいて喋ってくれてます。ということで下にやってきました。よいしょ。下の方がきっと邪魔がないからいいかも。この上のやつ、上からだとあそここんな感じで見れて、下だとこの屋根がないんでこんな感じで見れます。めっちゃいい感じ。わーすごい。滝が近づいてきた。なんかもう霧があったら霧があったり幻想的にはなるんだけど、でも晴れてるからこそこう山とかはっきり見えるしね。これ3回目でしょ。3回目かな、多分そう。1回は曇ってる。これ落ちるよね。ねえ、そうそうそう、ここ穴開いててびっくりしたんだよね。マイクとか落ちたらもう拾えないと思って。携帯落としたらやばい。携帯落としたらやばいね。これ鳥？ただのペンギン？あ、つるつるつる、いる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 。あー、かわいい。歩いてる歩いてる。行っちゃった行っちゃった行っちゃった。あー、いなくなった。あ、寝てる。かわいい。でもなんか岩も黒いから分かりづらいね。ちょうど真ん中にちっちゃくいる。この辺からミルフォードサウンドのなんていうの、溝の部分、さっきさ両端に山があったじゃん、そこを出て今海に入るの。沖の方行って出て。そうそうそう、海に行くから一気に波が激しくなったので、色が変わるはず。もうすぐ海の方に出るので、波も結構激しくて色もだんだん変わってくるはずです。さっきペンギン可愛かった。多分この後アザラシも見れるんじゃないかなと思うんですけど、運が良かったらイルカも見れるらしいです。見たことないイルカはペンギンと、アザラシだけ。アザラシっていうかオットセイか。うわ、なんかこういう風に上下上下に揺れるからね。するよね。これあと前だからね。船酔いする人はする。あ、するかもね。確かに本当になんかもう快晴並みに天気がめちゃめちゃいいから。
クイーンズタウンの、ミルフォードサウンドの名物、ここの滝が一番大きい滝で、船が近づくとすごいね濡れるんですよ。これが下の水しぶき見ていただくと分かると思うんですけど、めちゃくちゃすごい近くまで行きます。濡れそうになったらちょっと中に入ります。すごい、水しぶきすごい。みんなすごいめっちゃ撮ってますが、すごい。この近くまで行くみんなのね、写真撮ってる感じがすごくない？思ったよりは濡れなかったですけど、結構すごい近くまで行ってくれたので、めちゃくちゃ滝を近くで見ることができました。すごかった。やば。わ、すごい。わ、すごい。わあ、すごい。初めて見た。ここでイルカ。めっちゃ近かった。やばいやばい。めっちゃ近い。オーマイガー。遊んでる。かわいい。今ミルフォードサウンド見終わりました。今回で3回目のミルフォードサウンドだったんですけど、初めてイルカを見ることができて、めちゃくちゃ可愛かったし、すごくラッキーでした。天気も良かったので、あとペンギンもアザラシも見ることができて本当に良かったです。雨でもすごい幻想的な景色が見られるらしいので、クイーンズタウンに来たらぜひミルフォードサウンドのツアーに参加してみてください。レンタカーでも行けるんですけど、多分天気とかが悪いと道路が凍ってたりするらしいので、ちょっと危ないから、そこら辺も考慮してぜひ参加してみてほしいなと思います。あの辺ホテルかな、なんかコテージみたいな。なんか橋と川に着きました。わあ、すごい。めっちゃなんか岩がすごい大きいね。超ゴツゴツして、でもわあ、すごい。わあ、岩に乗れちゃう。わあ、水がすごい綺麗。わあ、めっちゃ綺麗。すごいブルーだったね、ここね。綺麗。ペアナウに到着しました。2時間かけて戻ってきて、今15分休憩です。ガソスタのね、隣にアルパカがいます。めっちゃ向こう側にいるけどかわいい。こっち側来てほしいのに。I'm just sitting here. I got time. ここがガソスタの中のカフェです。フラットホワイトで 5.50 ドルくらいだから
普通かな。みんなどこもそんぐらい。隣にお土産屋さんもあります。なんかスター・ウォーズの世界みたいじゃない？着陸した島じゃない、惑星みたいな。そうそうそう。それでもさ、ニュージーでいろんな映画のロケが行われてるのもわかるよね。今クイーンズタウンの街に戻ってきました。7時25分です。クイーンズタウンやっぱり遠かったですね。片道4時間かかるので、合計8時間のドライブです。そして滞在時間は1時間半から2時間っていうすごいデイトリップでした。